Mr. Japanese Channel! こんにちは、アキ。ちょっと助けてくれる？もちろん、何があったの？健三と仕事で問題があって、どうすればいいのかな？どんな問題？指示がわかりにくくて困っちゃって。それはよくあるね。まずはどうしてわからなかったか聞いてみた？まだ聞いてない。どうやって聞けばいいかな？説明をもう一度お願いできますか？って丁寧に聞いてみるといいよ。そうか。やってみるね。それと、聞くときは優しくね。相手も助けたいって思ってるから。ありがとう、健三。頑張る。それと、日本ではこういうことも文化の一部だよ。なるほど。もっと学ばなきゃね。そう。少しずつ進むのが大事だよ。はい、ありがとう。アキ、実は最近ちょっとストレスが溜まってるんだ。どうしたの？何があったの？健三とのコミュニケーションが難しくて。わかるよ。具体的にどんなことが？指示がちょっとわかりづらくてね。それ、どうしてだと思う？多分私の日本語がまだまだだからかな。気にしないで。みんな通る道だよ。そう言ってくれると安心するよ。大丈夫。少しずつ慣れていくよ。ありがとう、アキ。頑張る。じゃあ、ニツキ、まずは小さな喜びを見つけるのはどう？小さな喜び？例えば、美味しいお茶を飲むとか。なるほど。いいアイデアね。それと、感情を表現する言葉も柔らかくね。例えば？ありがとうとか、よろしくお願いしますって優しく言うといいよ。わかった。やってみる。それが日本の文化の一部だからね。そうか。もっと練習しなきゃ。最近、ポジティブに考える方法を学んでるの？でも難しい時もあるよ。知ってる？日本では、ありがとうの力がすごいんだ。どういうこと？感謝を伝えると気持ちが変わるんだよ。なるほど。試してみるね。それに、ポジティブな言葉を使うと気分も上がるよ。具体的には？大丈夫とか、頑張ろうってね。できるだけ使ってみる。そう。日常生活で小さなことに感謝するといいよ。例えば？美味しいご飯を食べるとか。それいいね。やってみる。いつき、もっと感情を表現するフレーズを教えるね。お願い。どんなのがあるの？例えば、本当にありがとうって言うと感謝が伝わるよ。それいいね。他には？すごく嬉しいとかも使えるよ。わかる。もっと教えて。ごめんねも大事だよ。柔らかく伝わる。なるほど。すごく勉強になる。それに、感情を表現すると関係が深まるよ。本当だね。もっと練習するよ。いいね。少しずつ上達するよ。ありがとう、アキ、健三。頑張る。健三、ちょっといい？もちろん、どうしたの？アキのアドバイスで話してみたいと思って。いいね。何を話したいの？最近、指示が理解しづらくて。そうだったんだね。気づかなくてごめん。こちらこそ、もっと聞くべきだったね。これからは何でも遠慮なく聞いて。ありがとう。もっと頑張るね。お互いにサポートしよう。そうだね。一緒に成長しよう。アキ、最近いろいろ学んだことがたくさんあるんだ。ありがとう。どんなこと学んだの？コミュニケーションの大切さとか、
健三が優しくて助かったよ。そうなんだ。具体的に何が一番役立った？ありがとうっていうことの力かな。それが心を軽くするんだね。それは素晴らしいね。小さなことが大きな変化を生むんだ。本当にそうだね。秋のアドバイスもすごく役立ったよ。そう言ってもらえて嬉しいよ。もっと日本の文化を知りたくなったよ。じゃあ、これからも一緒に探検しようね。うん。楽しみ。本当にありがとう。みつき、ストレスを管理する方法も大事だよ。どうやって管理すればいいの？例えば、深呼吸してみるとか。それだけで効果あるの？うん。意外とリラックスできるよ。他には？自然の中を散歩するのもいいよ。いいね。やってみる。それにお茶を飲むと落ち着くよ。日本のお茶は最高だね。そう。文化的にもリラックス効果があるんだ。日本の文化って面白いね。もっと学んでいこうね。ありがとう、秋健三。みつき、もうすぐ終わりだけど、何か伝えたいことある？うん。学んだことをたくさん活かしたいな。いいね。日常でどうやって活かす？例えば、感謝の気持ちをもっと表現する。それは素晴らしいね。小さな感謝が大事だよ。そしてポジティブに考えることも、頑張る。みんなも試してみてね。みんなの人生がもっと豊かになるといいね。ありがとう、秋健三。秋健三。今日もありがとう。こちらこそ楽しかったよ。じゃあみんな、ミスタージャパニーズチャンネルをサブスクライブしてね。そうだね。次回も楽しみにしててね。次回は日本の祭りについて話すよ。お楽しみに。それでは、またね。バイバイ。また次回。